皆様、本日は、お久しぶりです。僕です。今回はね、久しぶりに、がっつり系で、スタミナ丼、やみつき、ニンニクがっつり効いたスタミナ丼作っていきたいと思います。はい、じゃあ作っていきたいと思います。まずは、今回、使うのは豚こまです。安くてね、いいので。スタミナ丼とかで、バラを使っちゃっても全然美味しくできるんだけど、やっぱ油が多いんで、むつごくなっちゃう系にはなっちゃうんですよ。なんで、バラを使って少しあっさりにさせたい場合は、肉炒めた後、ちょっとだけ油は落とした方がいいかもしれないですね、フライパンから。この点ね、コマはね、適度に油は入ってるけど、基本的にちょっと赤身っぽいので、そこまで油が多くなりすぎないです。もうお肉をがっつり食べたくて、豚こまの量はだいたい650ぐらい入ってるかな。豚こまをビニール袋に入れたら、ここにお酒、臭み取りとちょっと軽い下味を。だからこれはもう結構目分量で大丈夫です。大さじ3杯ぐらいは入れてあげて、お肉の量結構多いんでね。で、よーく揉み込んであげてください。ビニール袋の上からだとね、楽なんで。で、この軽く下味をつけるのは、最初にやってあげて、その間にね、他のものをカットなりなんなりしていきたいと思います。じゃあ、豚こまは、とりあえずこんな感じで。で、あと用意してほしいのは、玉ねぎとニンニクの芽プラスニンニクです。で、ニンニク1個分だけはちょっとすりおろしてます。すりおろしニンニクを1つと、チップにする感じのやつを、ニンニク2個分で。なんかこいつ、見て。ハート。キュンです。なんかくっついてんのかな？双子みたいになってる。でね、もし気になる場合はね、この真ん中の部分、ここが、このね、わかるかな？目になるんだけど、ここって結構焦げやすいんですよ。なんで、ここだけ取り除いてあげて、火にかけると焦げづらくなります。少々の焦げ付きはね、気にならないよって方は別に取らなくても大丈夫です。ではそしたらニンニクをスライスして、で、ニンニクの芽。これ1束分です。美味しいんで、めっちゃ美味しいんで、これ2束あっても全然大丈夫です。はい。これを基本的にこの長さで売ってると思うので、3等分ぐらいで大丈夫。はい、ニンニクの芽。でもみんなニンニクの芽って俺めっちゃ好きなんだけどさ、すごいなんか栄養素もすごいあるらしく、食物繊維もあって葉酸もあってみたいな感じらしいんで、ぜひぜひ。で、玉ねぎ。これすっごい大きかったんで半分にします。カレーとかに入れるね、くし切りでいいんだけど、ちょっとね、火が入りやすいように、薄めに。これくらいでやっちゃいます。はい。これで今回使う材料は、玉ねぎ半個分にニンニクの芽1束とニンニク2かけ。はい、これで終了。じゃあ、もうちょっとね、お肉つけときたいんで、タレ作っちゃいます。じゃあ、タレ作っていきます。はい、まずボウルに、お醤油。ここがお肉の量が多いんで、大さじ2杯。お酒を大さじ1杯。みりんも大さじ1杯。で、ニンニク1かけ分のすりおろしたやつ。オイスターソース。こちらはもう大さじ1杯。で、生姜。こちらは、あんまりね、香りはつけなくても大丈夫なんで、今回、生姜だけはチューブでいきます。こちらは小さじ1杯ほど。豆板醤。ピリ辛なね、感じにして、とっても美味しくなると思いますので、辛いのが苦手な方は入れなくてもいいんですけども、豆板醤を小さじ1杯ほどにします。で、お砂糖。今回の分量だったら小さじ2杯ほど。で、ここに黒胡椒。適量。こちら、ソーミシャンタン。でも、鶏ガラとかでも一応大丈夫なんだけど、ソーミシャンタンの方がね、よりたくさんの旨味が入ってるんで、ただ、そこまでがっつり効かせなくてもいいので、小さじ1杯ほどで大丈夫です。はい。ソーミシャンタン。で、あと、ここに、タレにちょっとね、とろみをつけたい。よくね、お肉に絡むように、片栗粉。こちらも小さじ1杯ほどで大丈夫です。基本的にはこれで大丈夫なんだけど、あとはね、ここら辺は、あとはもうお任せなんですけれども、僕はちょっとやります。ここに、すりごま。ちょっとね、ごまの香ばしさと旨味を。小さじ1杯。ちょびっとだけ、唐辛子。これは後掛けでもいいんでね、七味とかお好みで。これをほんの少量だけ入れておきます。お任せ。ここら辺はね、皆さんのお好みで大丈夫なんで。じゃあこちらよーく混ぜときます。で、お肉の量とかが結構たくさんあるんで、
たっぷりめのタレの方がいいんだけど、もしね、もうちょっと薄味がいい場合は、ここをさらにね、もうちょっとお水足して濃さを調節してください。ではこちらで今回の特製のスタミナダレが完成したので、じゃああとはもうお肉も10分ぐらいは漬け込めれたかな。はい、じゃあ調理に取り掛かっていきます。では、フライパンにまだ火をかけなくていいので、ごま油を2回しほど、ニンニク、そしたら火にかけていきます。で火を中火ぐらいにして、ニンニクの香り立たしていきます。で最初から火をつけちゃうと、ニンニク結構一気に火が入って、すぐ焦げちゃうんで、全部用意終わってから火にかけるぐらいで大丈夫です。でももうごま油でニンニクに火をかけるだけでもう、暴力的なまでに美味しそうな香りです。で僕はちょっと適当に目を通っちゃったから、このね、たまに目があるんだけど、その部分だけ一気にね、火が入って、ちょっとやっぱり焦げてるんで、こういうのが気になる方は、目だけはきちんと取ってあげた方がいいです。で、こんな感じでうっすら茶色になったら、こちらニンニクのチップスだけは一旦取り出しておきます。はい、そしたら一旦火は止めて、豚肉。豚こまです。火にかけて、ほぐしつつ、ほらこんな感じで見た感じね、そのとこまでね油が多くないので、これくらいだったら油捨てなくても大丈夫かなって感じです。豚肉炒めてるときはもう火は僕は強火でやってます。見た目が約7割方焼き色がついてきたぐらいで、僕は玉ねぎ入れちゃいます。玉ねぎが結構ね、僕はクタクタの方が好きなんで、こういうスタミナ丼とか牛丼とかの時って。で、少しちょっと早めに入れて、しっかりと火にかけていきます。シャキッとした感じのね、玉ねぎがいい方はもうちょっと後からでも大丈夫。炒める時間を適度に短くさせたい場合は、玉ねぎを最初ね、レンジで軽くチンしてから一緒に炒めた方が、より短い時間できます。では、お肉にも火が入って、玉ねぎにももう、しっかりとね、火が入ったら、ここにニンニクの芽を入れてくれてもいいんですけど、僕はね、ちょっとニンニクの芽に、いい感じのね、焼き色がついてるのが好きなんで、これはね、このままニンニクの芽入れてもいいですし、こちら一旦取り出して、で、ニンニクの芽だけ焼いてから最後合わせようと思います。このね、軽い一手間でニンニクの芽の香ばしさとかが出るので、ごま油。はい、ニンニクの芽。豚肉と玉ねぎ取った時に、この状態で放置してると余熱でね、しっかり火が入って玉ねぎが柔らかくなるので、玉ねぎにしっかり火を通したいよって方はこの作業をするのがおすすめです。はい、じゃあニンニクの芽にもいい感じの焼き色がついたら、ここで先ほどのお肉を戻します。で、多分この時に結構水分が出てると思うので、この水分をあんまり入れないようにしたら、豚肉の臭みとかも出ないのでおすすめです。こんなに水分出てます。でね、これは旨味でもあるんだけど、ちょっとね、やっぱり臭み、雑味も入ってるので、これをちょっと当てると。そしたらここに、味付きの塩コショウを少々。入れましたら、ちょっと焦がしたいな。そしたらタレを入れる前に、あんまり触らないように放置すればいい感じの焦げ目がつきます。タレ入れちゃうとね、また水分が多くなっちゃうんで、焦げ目がつきづらくなるので。じゃあちょっとほんのりね、玉ねぎとかに焼き色がついたら、ここで先ほど作ったタレを入れてます。で、火は強火で、ちょっとこのタレをね、焦がしつつ焼くのが美味しいポイントになるので。ね、片栗が入ってるおかげで水っぽくならないので、よくお肉に絡みます。そしたら、ガーリックチップ最後かけてもいいんだけど、僕は一緒に炒めちゃいます。こちらでスタミナ丼の頭の部分完成。そしたらあとはご飯の上に
白米の上にね、こちらを乗せて、お好みでごまとかネギ、あと、卵ですね。今回僕は温泉卵を乗せようと思ってるんですけども、こちらを乗せて実際炒めていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。黒ビールギネス。じゃあ乾杯。では、いただきます。我ながら完璧だ。この濃いめのね味付けにご飯がやばい。うわ、玉ねぎもいいんだけど、この生のニンニクとニンニクの芽がめちゃくちゃ効いてる。本当にうまい。で、この温泉卵ね、でちょっとクリーミーになってるところがマジでうまい。まろやかになってるとこね、うまっ。これ嫌いな人100% いない。で、途中一回にお肉分けて、ちょっと余計な臭みとか油を捨ててるからさっぱりしてるよね。味は言い方なんだけど、お肉のがっつり感はあるのに、さっぱりしてんだよね。余計なものがなくなってるから、なるほどね。だからか、胃に対する不快感がないっていうかな、完全に言いやすくだと胸焼きとかしないとかそういう感じで本当にがっつりしてるんだけど超食べやすい。ちょっと七味いっていい？結構これ豆板醤小さじ1と、あと唐辛子も入れてるんだよ。なんだけど全然辛くはないね。もう個人的に一番大好きなピリ辛感、ね、ココイチのほんと普通の頼んだ状態辛く、ちょっとほんのりぐらいのね辛みが感じられるぐらい。あ、七味と合う。ビールとの相性抜群よ。でもこれやっぱ生のニンニクが本当にいい。夏もう最高だねこれ、やっぱりね、スタミナ丼っていうぐらいやっぱニンニクのねガツンと感を味わいたいんだったら、やっぱりキューブじゃなくてフレッシュなね、ニンニクを使ってほしいですね。マジでうまいんだけど止まらん。ということで本日はですね、やみつきスタミナ丼ですね、豚こまで作る、を作っていただいたんですけども、本当に美味しい。もうそれ以外言うことがないぐらいもう間違いない味付けだね。やっぱ久々にねこうちゃんのこの男飯いただいたんですけども、お店よりマジでうまいです。最近さ出前とかもさ、よく皆さん頼んだりすると思うんだけど、手作りってやっぱ全然違うから、ぜひ皆さんね真似して作っていただけたらなと。もうこのねニンニクのガツンとかもそうなんだけど、さっきね途中で言ってた通り、なんかねお肉なのに変なしつこさがないんだよね。いくらでも食べられる感じ、あれが俺に個人的にはめちゃくちゃいいかなと。もうビール飲んでる方にはもうビールとこれさえあればもう最高かなと思います。丼にしなくてもね、そう、結構濃いめの味付けだからおつまみにもすごいいいと思うし、おつまみにして、あとサラダの上に乗せてね、よくあるじゃん、なんだっけ、牛皿みたいな、ライズアップ牛丼みたいな。そうライズアップ牛丼みたいな、そうああいう感じでね食べても全然いいと思うので、ぜひ皆さん真似して作っていただけたらなと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。